悠仁くんだけ270万円の冠。そして愛子様にはティアラを我慢させる。しかも3回目でしょ、これ。おかしくないですか？これが国民の総意だと思いますね。やっぱり海外でもこれはね、おかしいんじゃないかと、そういう声が聞こえてくるんですね。いろいろな海外記事を紹介しようかと思います。バニティフェアの記事ですね。ここに王冠の話が書かれてあります。それからこっちはもっとはっきり言ってる記事なんですけども、2つ目の記事はかなり気持ちがいいですね。グーの音が出ないなと。まず、こちらご紹介しましょう。悠仁がと9月6日に17歳になられると。そして皇室会議もあります。皇室会議の議員が決まるっていうわけですね。どうせ秋篠宮がなる可能性は全然ありますけども、成人年齢が近づくにつれて、皇室は現在の皇位継承者である富仁親王の一人息子として、いつか天皇になる運命にあるこの少年の将来の計画について声明を発表しました。宮内庁によれば、2025年春に予定されている H の即位式では天皇から悠仁に初めての冠が贈られることになっていて、宮内庁はすでに250万円、1万6000ユーロですね。以上の予算を要求している。男性皇族にとっては慣例的な儀式ですが、悠仁の即位は二重に特別なものとなる。皇位継承権のうち50歳未満の皇族は秋篠宮だけであって、皇位継承権は女性には禁じられていると。しっかり書いてくれてるわけですね。やっぱり時代遅れなんですよ。スペインぐらいですね。しかも、そのスペインもほとんどが男系男子排除してるんですよ。だからやってるの日本ぐらいなんですよ。悠仁がね、本当に立派であれば別にそれでいいと思うんですけども、残念ながらそうとは言えないじゃないですか。秋篠宮家が立派だって僕は何も言わないですけど、そんなこと1ミリもないじゃないですか。ってなったら改正した方がいいですよね。まさかそのがあれだけ苦しめられたわけですよ。それはやっぱり男系男子の縛りだと思うんですね。側室がセットでしたから、明治時代は。側室は不可能です。じゃあ、代わりとして挙げられているのは海明です。海明は優生学に通じるところがありますから、僕は非常に怖い思想だと思いますし、おそらく、紀子様やられてますけども、それはおかしいんじゃないのかなと思います。それやった瞬間に126代の奇跡はなくなりますから。それはそうでしょ？だって人工的なものを入れて奇跡って言えますか？それ必然ですよね。そのため、現代医学ではおそらく海分けは可能だと思いますけど、倫理的にやってはいけないことですね。受精卵を捨てるような行為をするわけですから、海分けとか出生前診断っていうものは。その受精卵も生まれたかったと思いますし、私もベイビーマルが言いますけども、ベイビーマルの顔見たらそんなことはできないなと思いましたよ。よく紀子様やられたなって、僕はおかしいんじゃないのかなって思いますけど、個人的にはできないです、この顔見たら。で、そのため H 君が次期天皇になる可能性非常に高いですが、天皇の一人娘である愛子内親王にはその望みは薄い。これほど若くして皇位に就く初めての男性皇族となる悠仁はね。悠仁はまだ18ですか？来年9月には高校を卒業していないから、少なくとも2025年の春まで儀式を延期することになりましたと。皇室が心配しているのはと、他の皇族が女性であるからこのような儀式がいつまた行われるのかということだ。皇位継承権がないので、悠仁が男子の子孫を残さずに成長した場合、王朝は危機に瀕する可能性があると。絶滅すると言われてるんですね。はっきり言ってくれてるわけですよ。これはやっぱり、どこの海外記事も結構書いてるんですね。すごいありがたいことだなと思います。他の記事には、しかしながら日本は何も対応しようとしないとか、そんなことが書いて、くれてるんですね。我々の、代弁と言っても過言ではないと。早く対処しないと、本当にこうして終わってしまうんじゃないのかなって僕は思ってますけどね。岸田政権である以上は無理だと思いますけど。それからもっとはっきり言ってる記事読みましょうか。これですね。愛子様、冠を買う余裕もなく、260万円かけて悠仁は冠を制作される。日本の皇室は偏ってるんじゃないかと。まさにその通りですよ。秋篠宮家優遇に偏ってるわけですよ。見てこと秋篠宮が支配しているのが現状なんですね。これは明らかにおかしい。日本人の支持と真逆の方向に行っているので、この歪みを解消するべきであると思うわけですね。皇位継承に見る日本の皇室の偏屈さ。愛子内親王は日本の皇室の伝統的な概念によって次の天皇になることはできない。しかし、日本の皇室の偏屈さは皇位継承に限らず他の分野にも及んでいる。日本の皇室は常に伝統的で保守的であって、男系男子による皇位継承を踏襲してきた。ね、明治時代からぐらいしか歴史がないんです。愛子内親王は天皇家の一人娘であるにもかかわらず、
皇位を継承することができない。皇室内での地位は限定的であると。しかしながら悠仁君は、逆に、皇位継承者としてふさわしいとされている。この偏屈な寵愛主義というものは、日本の皇室の公平性と近代性に明らかに疑問を投げかけていると。まさにその通り。皇位継承以外にも、愛子内親王は他の分野でもずさんな扱いを受けています。2021年、愛子内親王は率先してティアラを購入しないことで、国民により大きな倹約と考え、国民から称賛されました。宮内庁は倹約と世間体を理由にして、愛子様のために新しい王冠を購入することを拒否しています。日本の皇室では、ティアラというものは皇族の名誉の象徴の一つとされますよと。地位や立場を表す重要な装飾品なんですよ。しかし、愛子内親王は皇族の一員であるにもかかわらず、そのティアラを得ることができてない。3年経っても自分のですね、ティアラを持たせてもらえない。そして公的な行事に出席するたびに、おばの冠を借りなければならない。これはサーヤさんのですね、冠ですね。サーヤさんの冠は特殊であって、宮廷費で作られていない唯一のティアラなんですね。見てこのポケットマネーで作られたんです。そんなおフルを課されている状況であると。これはやっぱりおかしいし、宮廷費で作るべきである、今すぐって思います。クラウドファンディングの声はよく聞きますけども、多分実現性はほぼないとは思いますけども、もしそれが実現すれば10分ぐらいで集まるんじゃないですか。その扱いの公平性差が浮き彫りになっているのは間違いないと。まさにその通り。このぐらいはっきり言うべきだと思いますよ。愛子内親王とは異なって、悠仁の成人式の冠は宮内庁が制作する約260万円であると。ティアラに比べたら10分の1の価格ですけども、あんな黒帽子が260万するわけですよ。結構高いですよね、普通にね。で、この違いは日本の皇室の優遇ぶりについて疑問を投げかけている。悠仁の成人式の王冠は、ダイヤモンドであったり金の冠とは異なって日本古来の手作りの王冠でしょうと。悠仁の成人式が日本の皇位継承の第2位として、象徴的な意義が大きいと。暫定ですけどね。宮内庁が悠仁のために制作した成人の王冠は日本古来の伝統に着想を得た特徴的な冠であって代々受け継がれてきた皇室の文化的歴史を強調している。深みのある優美な雰囲気を醸し出していると。それを悠仁だけ特別に与えてあげるというわけですね。秋篠宮の場合はそういうわけではないんですけどね。秋篠宮が被ってましたけども、新築林でしたけどね。悠仁殿下は高校進学のために2025年3月までの成人式が延期されると。この目的としては東大に入れてから国民の避難を鎮めてから成人式を行うんでしょうね。悠仁が仮に東大に入ったとして誰が言わと思いますか？明らかに裏口入学っていうのは目に見えてるわけですよ。祝ってもらえると思ってるんですか？おかしいですよ。で、成人式の後、悠仁には個人的な皇族費が支給されることである。これとは対照的である。日本の皇室にとって最も重要な儀式の一つであり、皇族が正式に成人したことを示すものである。悠仁君の皇族費は3倍になりますからね。しかも、月割りで非常にコストいいなと思いました。悠仁君は皇位継承順位に2位と言われているが、皇太子でも皇太孫でもない中ぶらりんな状態であると。一方、愛子内親王にはこの恩恵がありませんと。日本の皇室の偏屈さは皇位の扱いだけではなく、他の面でも現れています。愛子内親王の儀式とか生活手当の分配に至るまで不公平があると。そうですね。例を出せば見てこの内定費ですね。いい加減にしてくださいと思いますけどね。いつ内定費を受け取るのやめるんですか？ミテコにとってはエセ対応したことによって、ミテコ自身が上位と思ってますから、上皇后の称号を新設して相手にとどまって天皇家に嫌がらせをしている。安倍様はもう認知症ですから、ミテコの言いなりであると。残念ながらそう思うわけですね。本当は強く言わなければいけない立場だったんだけども、やっぱり上皇様の教育としては、キリスト教カトリックに塩漬け状態であると言わざるを得ないわけです。もう全員 CIA とかキリスト教徒が関わってるんですね。骨抜き政策の一環として現上皇が教育されたというわけです。だから骨抜きなんですね。ハリボテの天皇立てて、摂政が権限振るうみたいな。そんな話はよくあるじゃないですか。まさにそれですよ。結局、平成時代の実質的な天皇だったのは、美智子なんですよね。
で、正当な待遇を受けられない。皇族方の権利と利益を損なうだけではなくて、日本国民に皇室の公平性と民主主義を疑問視させる。愛子内親王のケースは、日本の皇室のおかしさの氷山の一角に過ぎないでしょう。皇位継承待遇の問題に加えて、日本の皇室のエキセントリックさと財産の分配、教育の機会などにも反映されている。例えば、日本の皇室では、皇位継承者第2位である悠仁は、教育機会に非常に恵まれていると。まあ確かにそうですね。提携校進学制度を作れて、筑波大学附属高校に行けるという荒技を成し遂げたわけです。まさかそのと愛子様に対するコンプレックスですね。悠仁が東大でも行ったら、勝てるとでも思ってるんじゃないですか。そんな動きをしてるような気がしますけどね。だからこその筑波大学附属高校なんじゃないですか。非常にくだらないなと思います。他の皇族はしばしば教育資源の不平等に直面すると。さらに、日本の皇室における財産の分配にも同様の問題があって、限られた資源が主に上級の皇族、見ていくとか、実質上級になってるわけですよ。扱いとしてはね。はい。不当です。他の皇族が公平な分配を受けられないことが多いと。まさにその通りよ。まとめてみると、皇室のこのエコひいきは皇位継承問題だけでとどまってない。様々な面で不公平な扱いを受けてるんだと。秋篠宮と美智子以外はね。愛子内親王の場合、次期、皇太子にふさわしい冠とか待遇が与えられずに、悠仁だけより多くの特権を享受できてきた。このような偏屈さ、日本社会だけではなくて、日本の皇室自身にも憂慮と反省を引き起こすだろう。そして、自らの公正さと近代性を試みる必要があると。まさにその通りだなと。というわけで、これを宮内庁さんは聞いてほしいです。皇室のこととか国民のことではなくて自分の財布だけ気にしてるのが今の秋篠宮だし、今の宮内庁になると思いますよ。というわけで以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。